寂しかったり未練もあったり、誰からも構ってもらえなかったらそれに気づいてほしいわけですから、いろいろとメッセージを送りますよね。はい、臨床寺住職の共有です。今回は供養について科学してまいります。科学とはもともと知るという意味です。供養について知っていただきたいということですね。一番使われる言葉としては、先祖供養ですとか水子供養とか言われますけれども、特に若い方が供養とはどういうことなのか知ってらっしゃるのかということで、これを知らないと自分自身を苦しめることにもなりかねませんから、ぜひ知っていただきたい思想の一つなんです。いろいろな考え方があると思うんですけれども、私が日蓮宗のお寺に生まれて今まで修行、いろいろな知識を得たところからの情報です。これが正しいとか、こうしなければならないというようなことは全くありませんので、ご安心してご覧いただきたいと思います。供養とはもともとお供えを捧げるという意味です。お経やお香、明かりやお花などを神仏に対してお供えいたします。あとは食べ物とか飲み物ですね。実は神仏に対してだけではなくて、生きている人にも同じことなんです。例えば法事の席に参列していただいた方にお膳を振る舞う、それも一つの供養となります。自分以外のものに対して何かを捧げるということです。人に何かしたりしてもらったりと、そういうことだけで供養になります。この供養にはいろいろあるんですが、特に日本人は息をするかのように供養してきた民族であると言えると思います。まず家の中に神棚、仏壇があります。そこにお水やご飯をお供えする。また外に出れば木や石にしめ縄を巻いてお祭りしたり、お地蔵さんがあればそこにお水や食べ物をお供えいたします。すごく身近なところで供養が行われているわけです。昔の人は当たり前のようにこのような感覚があったと思うんですが、今では家庭内でも無関心であるということがあるようです。それに対して西洋では石は石、木は木、人間も亡くなれば無になるという、そういった思想のようです。日本も戦後以来そういった思想になってきてしまっているというふうに私は感じております。坊主チャンネルでは、なんでその供養が大切なのかっていうことなんですけれども、仏教には回向という言葉があります。回して向けると書きますが、自分が持っているものを周りに施します。そして振り向けられたものが無私の善行として最終的にまた自分のところに戻ってくるというのがこの回向の意味であります。施せば施される。人間関係も同じことですけれども、したことは返ってくるというのが宇宙の法則です。善因善が悪因悪果とはまさにこのことですね。肉体を離れた魂はどこかへ行くんですけれども、日蓮宗では霊山浄土という概念があります。とてもいいところへお旅立ちになるわけです。
神仏にお願いして個人にお亡くなりになったことをお伝えし、お旅立ちいただくわけです。これをしっかりとしませんと、亡くなったことも分かりませんし、どこへ行っていいのかも分かりません。極端な話をすれば成仏することができないわけです。霊魂とは自由に動ける気体です。プラズマ体というんですけれども、それが霊魂の正体であると言えます。誰からも供養してもらえない、寂しかったり未練もあったり、誰からも構ってもらえなかったらそれに気づいてほしいわけですから、いろいろとメッセージを送りますよね。例えるなら、子供が遊んでほしければちょっかいを出します。これは実際水子さんがそうですね。犬が散歩に行きたければ吠えますし、部屋の中が荒らされているということもあります。これは一人で残されてつまらなかったからぐちゃぐちゃにした、そういうことですね。霊魂の話に戻しますと、それが怪奇現象だったり、家族が病気になったりと、そういう話になってきます。ですからお葬儀、ご供養というのは超重要なんです。ご供養の意味、思想はお分かりいただけたと思います。ということは、先ほどの供養の話を踏まえますと、例えば生前の行い、自分自身が人間に無関心であり、供養もしなければ、将来自分自身が誰からも供養されない身となって、しまいには人を困らせる悪霊になってしまうということです。生きているうちに神様、仏様、ご先祖様に手を合わせ、周りからも施される、そういう人間になればいいんです。お墓が遠くにあって行けないという方もあるでしょうけれども、365日1日もお墓に行けないということはないと思います。年に一度で構いませんので、行くだけで先祖が喜びますから、年に1回だけでもお墓参りに行ってください。今のあなたは、あなたが一人で生まれ一人で生きているように思われているかもしれませんが、それは大きな間違いであります。なぜあなたが今ここに存在しているのでしょうか。それは間違いなくご先祖様がいるからです。先祖が悪でも善でもそれは関係なく、今命をつながれているのは先祖があったからに他なりません。あなたは母のお腹から生まれ、またその父母もその父母から生まれ、この流れは人類誕生以来つながれてきたことなのです。では、その先祖供養をしないということがどういうことなのかと申しますと、自分の生命を軽んじているということになります。自分の生命を軽んじている人に幸せも安穏な生活もないでしょう。チャンネル登録お願いいたします。ここまで聞いていただいたわけですが、お墓参りのモチベーションも変わってくると思います。また毎日の過ごし方にも変化があることでしょう。神仏やご先祖様、また人に対してしたことは返ってくるという簡単なお話でした。今一度自分の立ち位置をご確認ください。それでは今回のご供養の話を終わりとさせていただきます。自分を大切にし、周りを大切にして前向きに努力精進いたしましょう。それでは失礼いたします。